皆さんこんにちは。美味しい引き出しの英子です。今日はベーコンポテトパンを作ります。パッと見ではわからないんですが、中にホワイトソースが隠れています。我が家の水蔵館が大絶賛したこのパンは焼きたてがたまらない美味しさです。今回はバターではなくマヨネーズを使ってホワイトソースを作りました。他の料理にもアレンジできてとっても便利です。もしよろしければ最後まで楽しんでみてください。では簡単でお財布に優しいホワイトソースの作り方からご覧ください。では火を使わずにレンジで簡単にできるホワイトソースを作ります。まず強力粉 10g と40度から50度に温めた牛乳を混ぜます。薄力粉でももちろんいいんですが、強力粉の方がダマになりにくいのでおすすめです。牛乳をあらかじめ温めておくことと、牛乳を何回かに分けて加えるのがポイントです。これは最近お気に入りの1分湯種の作り方をヒントにしました。粉と牛乳がよく混ざったら、蓋をしないで600ワットで30秒から40秒加熱します。はい、40秒加熱してきました。結構この辺が固まっています。混ぜます。このように滑らかになるまでよく混ざったら、マヨネーズを 10g 加えます。マヨネーズを加えて混ぜるとちょっともったりとした感じになります。でここから味付けをします。塩と黒胡椒を少々。これは顆粒のコンソメを使ってもいいですし、玉ねぎ麹なんかを入れてもとっても美味しかったです。一度混ぜて味見をします。この後ベーコンやチーズを乗せて焼くので、ここではちょっと薄いかなっていう感じでいいと思います。ではさらに600ワットで20秒から30秒加熱します。ポコポコっとしたら OK です。30秒チンしました。この時は緩い感じですが、冷めるともっととろみがつきますのでご安心ください。早く冷ましたいので氷水に当てて冷やします。それでは生地作りスタートです。材料です。純強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、牛乳。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、だいたい 1g くらいです。ここにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かして、このまま5分から10分ぐらいブクブクと泡が立ってくるまで室温に放置します。ちなみに本日の室温は28度です。次に粉類を合わせます。純強力粉、残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。はい、5分経ちました。イーストはこんな感じ。今日はイーストが 1g なので、いつもよりブクブクが控えめですが、これで OK です。くるくると回転させながら生地を作るボウルにちゃっと移します。冷たい牛乳、先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。だいたいの量で大丈夫です。混ぜます。よく混ぜて、このように滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま室温に10分置いておきます。はい、10分経ちました。では残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るようによく混ぜます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜ1分間。容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って、向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。今日はリスドールを使いましたが、強力粉と薄力粉でも代用できますので、概要欄をチェックしてみてください。は
い、1分ほど混ぜるとこんな感じです。これで OK。 ではボウルの周りをきれいにします。ヘラについた生地も落としてきれいにします。そしたら下から上へ返すように生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返します。はい、これで OK です。蓋をして今度は20分室温に置いておきます。寒い時は暖かいところに置いておきます。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。10回ほど伸ばして折りたたんだら生地の表面を張らせるように整えます。蓋をして20分ほど室温に置いておきます。20分経ちました。では2回目のパンチを行います。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして今度は5、6回折りたたみます。2回目のパンチは伸びにくいので5、6回で大丈夫。表面を張らせるように整えたら2倍になったのが分かりやすいように平らにならします。蓋をして一次発酵は冷蔵庫の野菜室でオーバーナイトさせます。乾燥しないように私はいつもビニール袋に入れています。オーバーナイトの目安は10時間から18時間。ではおやすみなさい。おはようございます。冷蔵庫の野菜室に入れてから13時間経ちました。生地の様子はこんな感じ。では重さを測ります。328g でした。ガスを抜いて4分割にします。1つ 82g ほどに重さを揃えました。では丸めます。いつものように丸くしてもいいんですが、この後細長く伸ばすのでこのように俵型の方が成形しやすいと思います。濡れ布巾をかぶせて復温を兼ねて少し長めに20分から30分ほどベンチタイムを取ります。ベンチタイムの間に具材の準備をします。これは前日の夜に準備しても OK です。ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶして軽くガスを抜きながら手のひらで少し広げます。大きさの目安は手のひらぐらいかな。
きれいな面を下にして三つ折りにします。いっぺんに伸ばすと伸びにくいので、まずこの状態に伸ばしたものを4本作ります。では最初に伸ばしたものから順番にさらに伸ばしていきます。両面に薄く粉をまぶしてちょっとなじませてから、きれいな面を上にして綿棒で伸ばしていきます。生地が十分に緩んでいると、この時とても簡単に伸びると思います。もし伸びにくかったらまた少し休ませてください。大きさの目安はだいたい25センチ、横の幅は5センチぐらいです。オリーブオイルを全体に塗ります。ハケで塗ると塗りやすいです。次に指先を使ってくぼみを作りましょう。縁を残してこのように具材をのせやすくします。そしてオイルコーティングすることでホワイトソースをのせてもべちゃべちゃにならないように工夫してみました。この作業めっちゃ楽しいです。ホワイトソースをのせていきます。くぼみの部分にホワイトソースをのせて平らにならします。これはざっくりで大丈夫。ホワイトソースは少し残ると思いますが、食パンにこれとチーズをのせて焼いても美味しいですし、冷凍もできます。ではマッシュポテトをのせます。試作でマッシュポテトとホワイトソースを混ぜたものをのせてみたんですが、ちょっと水っぽくなってしまったので別々にのせた方が私は美味しいと思いました。上から軽くマッシュポテトを押さえてなじませます。ベーコンと玉ねぎを散らします。この他にもお好みでコーンやズッキーニやパプリカ、そしてミニトマトなどをのせても夏らしくて美味しいと思います。最後にピザ用のチーズを適量のせます。今回は 60g 用意しました。細長いのでボロボロこぼれちゃうんですが、全部拾ってのっけちゃってください。ちなみに私はピザ用チーズは冷凍して凍ったままのものを使っています。もう一度上から優しく押さえて全体をなじませましょう。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。今日は何もかけないので霧吹きでたっぷりと水を吹きかけます。具材を乗せている間も発酵しているので、今日は少し短めに35度で20分ほど発酵させます。では行ってきます。最終発酵が終了しました。20分でこのくらい発酵しています。オーブンは200度で予熱をスタートしました。予熱が完了するまでこのまま置いておきますが、もし表面が乾いていたら霧吹きをしてください。最後にお好みでマヨネーズを絞ります。このマヨネーズ、穴が3つあって可愛いんです。1つの穴より多く出るのかななんて思いながらかけています。マヨネーズはなくても美味しいんですが、やっぱりかけるともっと美味しい。カロリーが気になる方は省略しちゃってください。では200度で16分から17分を目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。200度で16分焼きました。先ほど生地に塗ったオリーブオイルが残っているので、縁の部分だけ塗っています。これはね、パン屋さんがやっていたので真似っこしてみました。毎回何かしらやらかしますが、今回はパセリを振るシーンを取り忘れてしまいました。ごめんなさい。とっても美味しそうに焼き上がりました。完成です。焼きたてが最高に美味しいベーコンポテトパンはいかがでしたか？マヨネーズ入りのホワイトソースはちょっとだけさっぱりしていて、暑くて食欲のない時でもペロリといけちゃう美味しさです。子供も大人もみんな大好きなパンだと思います。ぜひ作ってみてくださいね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。美味しそうだな、作ってみたいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。